皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。サワラ食べてますか？瀬戸内海ではですね、4月から6月にかけてサワラの漁が盛んに行われます。サワラは岡山県のプライドフィッシュとしても、登録されてましてですね、特にアサビのサワラって言いましてですね、夜明け頃に干潮を迎えることをアサビって言うんですけど、干潮が朝が日底になるときはですね、岡山県で大潮の時ですので、鳴門や豊後水道から強い潮が流れ込んで、それに乗ってですね、たくさんサワラが入ってくるんですね。サワラも活発に泳いでますんで、網にかかる量も多くなります。岡山のサワラ食文化には古い歴史がありましてですね、かつて江戸時代初期に使われていた岡山城の台所跡で発掘調査を行った時に、ゴミ捨て場跡からカキやハマグリなどの貝殻や瀬戸の小魚と一緒にですね、サワラの骨がたくさん出てきたそうです。以前は瀬戸内や豊後紀州の浜ではサワラが取れると岡山が上がったというほどで、ほとんどが岡山市場に出荷されていました。近年はですね、全国で漁獲されるようになって各産地で消費されるようになりましたけど、今でも春の消費量はなんと岡山が全国一です。刺身やたたきで食べられたりしますね。自分は特にたたきが大好きです。今でもですね、岡山県の近隣で取られた魚は岡山県に入ってくることが結構多いですね。それくらい岡山ではサワラがよく消費されております。それで今日はですね、春のサワラ漁に同行させていただいたんで、その様子をお届けしたいと思います。網入れは夕方6時に一斉に開始なんですけど、やはりいい場所を流したいんでですね、みんな6時前に出港すればいいっていうものではなく、早めに出港して場所を確保しております。受けを入れながら網入れをしていきます。受けがまだ寝ているのは網が立ってないということですね。網がまっすぐなると受けが立ちます。これ新調した網ですよね。これはもうボロの方。新調したの使ってないんですか？ヘリがボロです。ヘリが。ヘリがからね。ヘリが破れるし、かからんけ。あんまいかん方がいい。なるほど。カツオもサワラもヘリはもうボロです。カツオとサワラって網違うんだよ。違うんです。それ大きさ違うもんな。上の大きさが違う。最後の受けが終わりました。これで1時間半ですよ。1時間半で7時半か7時43分か。受けが立つと沈んだということらしいです。これも受けが立ってますので、網が沈んでいるということです。もう上げる時間なんですけど、大型船が来てるので上げれません。ちょっと切られたらダメなんで、大型船が過ぎるのを待っております。
約2時間流して今受けが上げられました。今年はサワラ多い年らしいんでですね、この日も期待しながら待っております。受けを一個一個取り込みながらサワラが来るのを待ちます。1匹目が上がってきました。サワラではなさそうです。タイですね。タイは今年は多い年なんでですね、ものすごく安値ですね。そして次にやっとサワラが上がってきました。1本目、今日1本目のサワラです。20本もカキカキを手伝い中です。サワラは歯が鋭いんでですね、結構網が破れますから、慎重に外さないといけませんね。アメリカではギルネットっていうらしいんで、英語ではギルとはエラのことでそうです。やっぱりエラにかかりますね。2本目、そして2本目が上がってきました。この日も好調です。見事なサワラです。次はタイでした。おまけのタイ。ニベなんかも網にかかったりします。何本目ですか。生きとる。かかったばっかり。このサワラはかかったばかりなんでしょうね。生きてましたね。生きとります。揚げられたサワラは鮮度を保つためにその場にすぐに締められます。血抜きを行われます。秋よりも春の方がサワラ多いんでですね、次から次へと上がってきますね。この網は2連チャンでした。立派なサワラです。今日はヒラ見んですね。ヒラ見んな。あれだけ毎日おるのに、ヒラ毎日大量におるんですけど、今日はまだ1本見てません。ヒラもですね、毎日サワラと同じぐらいだけ取ってきてるんですけどね、この日は今のところヒラが見えません。サワラはもう次から次へと上がってきてます。ヒラとサワラでは全然価格が違いますね。あくまでもヒラはおまけです。オレンジに変わります。途中だけ青にしとって、交互にしと、交互にしと、オレンジと青。今青調子よかったね。青が調子がいいます。それで、そうある。日によって違うんですね。で、お時は僕、色関係です。と言ったら上がってきます。調子が悪い言うたらやっぱサワラ漁って見るだけで楽しいですね。物が大きいんで。ごめん。5枚それ。ここまでいっとったらごめん。あの位置に網がかかっているようではまだ大きくはないそうです。大きいともっとエラの方にかかるでしょうね。そう話をしているうちに今日初めてのヒラが上がってきました。これがヒラです。よそでおそらく0円じゃないんでしょうか。よそやと多分0円じゃないですか。食べないらしいです。岡山しかヒラ食べんらしいです。ヒラもですね、岡山のプライドフィッシュに選ばれております。調べたら煮付けで食べられるって書いてますけどね、自分もあまり煮付けは食べたことないですね。とにかくこぼれがすごいハモと同じぐらい多い魚なんでですね、骨切りをしてから酢の物で我が家ではよく食べてます。年取ってから酢の物が大好きになったんで、ヒラはもう自分は結構好きな魚のうちの一つです。ヒラいつも代用なんですけどね、
この日は全部で3つしか取れませんでした。ちょっとスモールサイズ。でもサゴシじゃねえか、サゴシ。大サゴシでしょ。サゴシだこれ。めちゃくちゃ高いです。こちらはもうサワラを外していったら次のサワラが見えております。これで何も3キロぐらい。3キロぐらいねかな。3キロあるなしか。サワラが好調の中、ポロポロタイも見えてます。今年のマックスそれ150何本？ 150ぐらいが。150？おお、150すごいな。でも少ない方とさ、他のもまだ取ってるよ。あ、そうなん。体の最高300 300本。おお。多分グッと残ってる、その体が守ったんですけど、僕ら1番でマックスが130ぐらいですよ。130。150の時は2番やっとるけど、300本すげえですね。持って帰る感じだね。持って帰るからなんかもう船は小型のやつは多分組むとこなんか踏むとこがね。この辺も頼まずうちは持っていかないんだもう入るま300も取れたら船から上げるのも大変ですし、位置に持っていくのも大変そうですね。売るだけで本当にもう体が壊れそうです。こちらはヒラ、今日3本目です。今年一番大きかったのはこの間測った 6. 何キロ？グレーが多分一番大きいやつ7キロぐらいが7キロだけだった。去年は最後らへん行っただけですよ。一番大きいの9.9 9. 何キロ？キロぐらいで2本取ったおお。この日だけですよ。次の日だったらなんかまた2本同時に上がってきましたね。こういうのはやっぱりつがいなんでしょうかね。オスとメスなんでしょうか。サワラはもう絶好調ですね。こちらもまた2本同時かと思ったら、なんと3本同時でしたね。もう3本目があちらに見えております。ここで大きなマダイが2匹連続で上がってきました。なぜか1匹目は白っぽくて色がちょっと悪かったですね。2匹目は綺麗な桜色でした。サワラかと思ったら、なんと次はフカでした。フカもかかるようです。そしてこちらは今日初の羽、なんとダブルで来てくれました。羽か。最後の受けまで来ましたので、最後の受けを取り込みます。岡側が赤身で沖側が青身の受けになっております。片付けをしてこの日は終了です。港に帰って生け物を生かします。なぜ死んだらですね、できるだけ生きた方が高いんですよね。死んだらもうほとんど半相場以下になりますんで、タイとか羽とか生きるものは全部生かしております。なんでこういう色なんですか？焦るときは OK やん。それか。もうだから温帯だろ。でもかかってから色が戻っとるね。ちょっと戻ってる。戻ってる。マッシュやって黒なってるけ。2本だった？ 2本売れただけなんでもう1本なんだ。サワラが始まったばかりの4月の終わり頃にはタイもたくさん取ってきてましたけどね、やはりタイよりもサワラの方が圧倒的にいいんで、タイがいるところはそれ以来あんまりやってないそうです。網にかかったサワラを全部は紹介してませんけど、この日は全部で50弱取れました。
ただ問題は相場が安いということだけでしょうか。今季最高の150本には届きませんでしたけど、いっぱい取れております。まあ同行してかなり良かったんじゃないでしょうか。何これ。なんじゃこれ。